ちは。今日幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。ハロウィンにはぜひ作っていただきたい今日はかぼちゃのスープです。このチャンネルでおなじみの綿も種も捨てません。全部使って余すところなく栄養素をとっていきます。そしてかぼちゃ祭りにしていただきたいので、簡単なかぼちゃを使ったレシピもご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。かぼちゃにはビタミン A スがたっぷり含まれています。なんか子供がよく見る戦隊ものみたいですけれども、ビタミン A スとはベータカロチンが体の中に入ってビタミン A になり、かぼちゃのビタミン C はリンゴの11倍とも言われています。そしてアンチエイジングには欠かせないビタミン E、 このビタミン A と C と E を合わせてビタミン S と言います。ストレスや質の悪い睡眠、そして多量の飲酒など、私たちの体の中には活性酸素がたくさん発生します。その活性酸素をビタミン A が強力なタッグを組んで抗酸化作用を発揮して、私たちの体の中を大掃除してくれます。今回は出汁をかぼちゃの綿と種で取る大胆な試みをやってみます。そして種の栄養素が出やすいように少し包丁で細かくしますけれども、かぼちゃの種とっても硬いので、もし切りにくい場合はそのまま使っていただいて大丈夫です。出汁を取っていきます。先ほどのかぼちゃの綿と種、そしてもしキャベツの芯や白菜の芯などがあれば、この時に一緒に煮てやるといいと思います。水を300から 400cc 加えて火にかけ、沸騰してから弱火にして10分煮ます。食べやすく一口大に切ったかぼちゃを約 400g 用意します。大きなかぼちゃでだいたい4分の1個、小さめのものだったら3分の1個ぐらいになると思います。こちらの材料でまずかぼちゃを煮ていきます。分量のかぼちゃに水を1カップ加えます。みりん大さじ2も入れて蓋をして中火にかけます。煮立ってくれば火を少し弱め、3分ほど煮ていきましょう。その後塩を加えて全体に混ぜます。再び蓋をして弱火で10分程度、かぼちゃが柔らかくなるまで煮ていきましょう。かぼちゃが柔らかくなってきました。今回はこの煮た半量をスープにしていきます。残りは他のお料理に使っていきますね。煮たかぼちゃの半量に10分に出したかぼちゃの出汁を加えます。そして再び火にかけ温めて、胡椒とバターを加えればスープの出来上がりです。みりんで煮たかぼちゃをスープにしているので、とっても甘くて栄養も満点です。次は煮たかぼちゃの4分の1を使ってチーズ焼きにしていきましょう。グラタン皿はバターを塗っておきます。かぼちゃを入れて舞茸を加えます。舞茸はバターかオリーブ油でソテーして塩コショウしておきます。そして1センチ角に切ったハムとチーズをのせてオーブンかトースターで焼けばチーズ焼きの出来上がりです。かぼちゃの甘みと舞茸の食感がとってもよくあって、チーズ焼きに外れはありませんよね。
100円ショップでこんなものを見つけたので、チーズやトマトと一緒にかぼちゃをおつまみにしてみました。こちらの動画ではかぼちゃのサラダやグラタンもご紹介しています。ぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。